まだかな、まだかな。思わずガタンと窓を開けて広い夜空を見上げた。暗い空からふわふわとしたものが落ちてくる。窓から手を伸ばすと、その白い塊は手の上に一瞬だけ乗って水になって消えた。何も見えないや。小さくつぶやくと口から出た息は真っ白い煙になって夜空へ登っていった。部屋の奥から流れてくる暖かい空気が窓の外へと逃げていく。反対に部屋の中に冷たい空気が流れ込んで奥にいるママはぶるりと震えた。ルーカス、窓を閉めて。寒いわ。はーい。しぶしぶ窓ガラスを引いてガタンと閉める。窓が閉まると窓ガラスはじわじわ曇っていってしまって、外の様子はあまりわからなくなってしまった。これでは空の上を見ることができない。ねえ、ママ。なーに？ルーカスの使った食器を洗いながらママが答えた。サンタさんってお空から来るんだよね。なーに？サンタさん待ってるの？ルーカスの質問にママはそう言って笑った。もう寝なさい。早く寝られるいい子じゃないとサンタさんはプレゼントくれないわよ。ママの言葉にルーカスは頬を膨らませる。しかし、いくら不満に思ってもサンタが来ないのはルーカスにとって大問題だ。窓を閉めた時以上にしぶしぶとルーカスは自分の部屋のベッドに潜った。ルーカス、はい、布団かけるわよ。チェー。ダメ押しと言わんばかりにママから暖かい布団を肩までかけられる。その白い手がルーカスの額に優しく触れて離れた。おやすみなさい、ルーカス。おやすみなさい。ベッドの中のルーカスに笑いかけながらママは部屋の電気を消す。光の向こうに行ったママの背中をルーカスは少し寂しくなりながら見つめた。ちらりと枕元の靴下を見る。大きい靴下はこの日のために用意したもの。そこに入るものを入れてくれる人をルーカスはベッドの中で心待ちにした。サンタさん、早く来てくれないかな。欲しいものなんて一つしかないのに。ごほっと誰かが咳き込んだ声がして、ルーカスは目が覚めた。ずいぶん近いところから聞こえたそれは、枕元にいる誰かによるもので、まさかと思って勢いよく体を起こす。そこにいたのは赤い帽子をかぶって赤い服を着た人物だった。慌ててこちらを振り返ったその顔には立派な白い口ひげが生えている。おや、起きてしまったか。赤い服の人はそう言うと申し訳なさそうに部屋の窓の方を見やる。ルーカスもそちらの方を見てみると、ルーカスの背丈と同じくらいの大きさの窓が大きく開いていた。最近の家は煙突がなくていかんな。窓から入るのにも限界がある。思わず転んでしまったよ。そう言いながら、その赤い服の人、サンタクロースは、またゲホゲホと咳き込んだ。咳と一緒にサンタクロースの大きな腹がぽよんと揺れる。あの腹では窓を通るときに苦労しただろう。
その咳と同時にサンタクロースの持っていた白い袋の中から大小色とりどりのプレゼントがゴロゴロと転がり出た。おお、こりゃいかん。よっこいせ、と腰を曲げて、サンタクロースはルーカスの部屋に散らばったプレゼントを集め始めた。大きな腹は重そうだし、たまに聞こえる咳は辛そうで、とてもじゃないが見ていられない。手の届く範囲のプレゼントをかき集めると、ルーカスはサンタクロースに手渡した。はい、どうぞ。これで全部。おお、ありがとう。優しいお兄さん。僕、ルーカスだよ。ねえ、サンタさん。なんだい？今からこのプレゼントを全部配るの？もちろんさ。この広い世界の空の上をソリを使って駆け回り、プレゼントを配るのがわしの仕事だからね。両手を広げてそう話すサンタクロースに、ルーカスは目を輝かせる。そのふわふわした赤い服に抱きついて、ルーカスは勢いよく言った。僕も配達に連れて行って。なんだって？ねえ、お願い。サンタクロースのクリクリとした瞳をルーカスはまっすぐに見つめる。サンタクロースは、としばらく悩んで、はぁと息を吐いて言った。仕方ない。その代わり、わしがプレゼントをこぼしてしまったことは秘密にしてくれるかい？その答えが嬉しくて、ルーカスはその場で一度だけ思い切りジャンプした。夜の間に何軒もの家を回るのは本当に大変だった。煙突のある家は煙突から、煙突のない家は窓から入った。窓が開いてない家はどうするのかとサンタクロースに聞くと、サンタクロースはにっこりと笑って、なんと玄関から堂々と入った。パパやママにバレちゃうよと言ったルーカスの前で、サンタクロースは見知らぬ家のパパとママに挨拶をして、プレゼントを手渡した。ルーカス、知らなかったのかい？サンタクロースは世界中のパパやママとお友達なんだよ。たくさんの家を回って、たくさんの人に出会って、たくさんのプレゼントを届けながら、サンタクロースとルーカスは雪の降る夜を飛び回った。2匹の空をかけるトナカイは疲れた様子を見せることなく、ソリは何度でも空を滑るように飛ぶ。さあ、ルーカス。手伝ってくれたお礼だ。綺麗なものを見せてあげよう。手綱を握るサンタクロースは、そう言って片目をつむると、手綱を少し強く引いてトナカイに合図を送った。トナカイは空のさらに上に方向を変えて、ぐんぐんと空の上へと上がっていった。近づけば近づくほどよくわかる。雪が降っていた空は分厚い雲に覆われていた。ぶつかると思って思わず強く目をつぶる。冷たいものの中に入ったように感じたのは一瞬で、それはすぐに暖かさに変わった。ゆっくりと目を開けると、暗い夜空に溢れんばかりの光が輝いていた。すごい！お星様がいっぱいだ！それはすべて星の光だった。白い光、青い光、赤い光。色とりどりの光が
夜空でチカチカと瞬いている。本当に空いっぱいに輝いているものだから、これは手が届くに違いないとルーカスははっきりとわかった。星の光から届く暖かい空気がルーカスの方に触れる。まるで毛布のような、ママの胸の中のような暖かさがとても心地よかった。思った通りだった。お星様はすごく綺麗であったかいんだ。おや、驚いた。君はお星様がどんなものか知っていたのかい？もちろんさ、みんな知ってるよ。だってお星様はいつでもみんなの空に輝いているんだもの。ねえ、サンタさん。なんだい？星を一つ持って帰ってもいいかな？星をかい？サンタクロースにそう聞くと、サンタクロースはひどく驚いて、丸い目をさらに丸くした。ママに見せてあげたいんだ。あれだけ綺麗で暖かいんだもの。きっとママも喜んでくれるよね。お願いとサンタクロースの服を掴んで言う。サンタクロースはまた少しだけ悩んで、そして今度は困ったように笑って言った。いいだろう、ルーカス。配達を手伝ってくれたからね。ただし、一つだけだよ。持って帰ってきた星を右の手の中にしっかり握りしめて、ルーカスは自分の部屋の窓をくぐる。右手を決して開かないように、星を落とさないように、部屋の床に足をつくと、サンタクロースもまた窓を通って部屋に入ってきた。こらこら、まだ終わってないだろう、ルーカス。え？軽くなったサンタクロースの白い袋を思い出す。まだ配達忘れがあっただろうか。でも、手の中の星は落としたくない。困ったルーカスの頭を優しく撫でると、サンタクロースは笑った。君のプレゼントをまだ渡してないじゃないか。特別大サービスだ。ルーカス、何が欲しいんだい？ルーカスに視線を合わせるように少し腰を曲げてサンタは尋ねてくる。何が欲しいなんて、そんなもの決まっている。ほんのりと温かく感じる右手をしっかりと握りしめて、ルーカスは笑った。サンタさん、僕ね。温かい毛布の感触と優しい朝ごはんの香りで目が覚める。少しだけぼーっとして、ふとしっかり握りしめたままの右手を見た。拳の中に閉じ込めたものを思い出して、ルーカスは飛び起きる。ママ！ママ！なーに？朝から騒いじゃって。慌ててキッチンに駆け込むと、卵の2個入ったフライパンを持ちながら、ママが笑って振り向いた。ママに見えるように、ルーカスは握りしめたままの右手を持ち上げる。ねえ見て、これママに見せたいんだ。大事に持って帰ってきたんだよ。ママの目の前でルーカスはゆっくりと右手を開く。ママが喜んでくれる様子が見える気がして、思わず頬が緩んだ。しかし、その手の中には何も入っていなかった。本当なら夜空にきらめいていた星の光がその手の中から飛び出すはずだった。
思いがけない事態にルーカスは目を白黒させる。なんで？だって、せっかく取ってきたのに。呆然としたルーカスのつぶやきに、ママはきょとんと首をかしげた。なーに、ルーカス。何をどこから取ってきたの？昨日、サンタさんと一緒にお空を飛んだんだよ。雪の降る雲を通り過ぎて、いっぱいの星空の中をソリで走ってきたんだ。そこまで行って、ルーカスはまた何も入っていない手の中を見た。あるはずだった。見せられるはずだった。渡せるはずだった。サンタさんにお願いして、お星様を一つ取ってきたんだ。ママに見せたかったんだ。一番すぐにママに見せたかったんだ。すごく綺麗で、暖かいんだ。思わず泣きそうになってしまって、ルーカスは握った拳で目を強くこする。目頭が、鼻が熱くなっていく感覚がした。ズビッと鼻をすする音を聞いたママは、一度フライパンをコンロに戻すと、ルーカスの前に座って尋ねてくる。ルーカス？あなたはサンタさんにお星様だけもらったの？プレゼントは？もらわなかった。鼻をすすりながらルーカスがそう答えると、ママはびっくりしたように目を丸くした。プレゼント欲しかったんじゃないの？僕はお星様をもらったからいいの。お星様が欲しかったんだ。どうして？赤くなったルーカスの鼻や耳に優しく触れながらママが言う。肌に触れる指先の温かさが嬉しくて、だからこそ今何も握っていない右手がひどく恨めしくて悲しかった。ママはいつだって優しい。だから、欲しいものなんて一つしかなかったんだ。ママに元気になって欲しかったから。ルーカスがそう言うと、ママは驚いて手を止めた。どうしてと、ごめんなさいと。いろんな気持ちを込めてママのエプロンをつかみながら、ルーカスは尋ねた。ねえ、ママ。お星様があったら、ママ元気になった？ご飯また一緒に食べられた？寝る前に5本読んでくれた？おやすみなさいのキスしてくれた？抑えられなくなった雫がルーカスの方を伝った。ポロポロと流れた涙が床にポタポタと音を立てて落ちる。不意にママがルーカスを思い切り抱きしめた。大好きなママの温かさと匂いがいっぱいに広がる。涙を押し付けるように抱きしめ返すと、ルーカスの頭の上でママは笑っていった。大丈夫よ、ルーカス。実はね、眠っているあなたがお星様を握っているのを見て、先にもらっちゃったの。言うのが遅れてごめんなさいね。ちゃんとルーカスからお星様もらったから。大丈夫。きっとすぐ元気になるわ。本当？本当よ。ああ、それから。ママははーっとため息をついて困ったようにルーカスの部屋を見た。
他にプレゼントがいらないなんて言われたら困っちゃうわ。ママ、サンタさんから預かっているものがあるのに。え？起きてから靴下の中、見てないでしょ？そうか、靴下の中。慌てて駆け出したルーカスは自分の部屋の中、ベッドの横にかけられた靴下を見る。大きな靴下の中に手を入れれば指先に硬い何かが触れた。中には赤いリボンでくくられた一冊の絵本。手の中に感じる重さにルーカスは嬉しくなって目を輝かせた。ママ！ママ！絵本を持ってキッチンに戻ると、ママは食器をテーブルに並べながら微笑んだ。よかったわね。新しい絵本欲しかったんでしょ？うん。ねえ、ママ。なーに？これ、今読んでほしいな。あら、もう朝ごはんできてるのに？いいの。ママに読んでほしいの。ママの目の前でリボンをすぐにほどいて差し出す。ママは困ったように、でも嬉しそうに笑ってみせた。はいはい、仕方ないわね。ママのためにお星様まで取ってきてくれたルーカスのお願いを聞いてあげましょう。そう言ってソファに座るママの横にルーカスはすぐに駆け寄った。このソファで絵本を読んでもらうとき、ママのすぐ横はルーカスの定位置だ。こうやって絵本を読んでもらうのはいつぶりだろうか。ママの優しい温かさをすぐそばに感じながら、ルーカスは絵本を見る。ママの指先が絵本を1ページめくった。星降る夜に。それはとても寒い日の夜のことでした。空にはまるで降ってきそうなほどたくさんのお星様が光っていました。ルーカスの目の前でめくられる絵本の中でも広い夜空に無数の星が輝いていた。こんな星空の中を飛び回ってプレゼントを届けて回ったこと。綺麗で暖かい星を一つ手に入れたこと。きっとこれから星空を見るたびに思い出すだろう。これは夜空をかけて星の光に触れた子供のお話。暖かくて優しい星の光。あなたは誰に星を届けますか？それでは、良い聖夜を。